皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやっていきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで、音声を室谷由紀女流三段にしてあります。あなたが後手です。はい、後手番ですね。対局開始。今回はね、四段の方ということなので、結構、強い方ですね。はい。これは私の好きな矢倉になりそうですね。そうですね、7これ矢倉戦になりましたね。私、矢倉がね、結構好きなので、久しぶりな気がします、矢倉ね。で、4八銀と上がって、これ急戦するね、矢倉もたくさんあるんですが、ちょっとじっくりさせてますかね、本局は。はい。こうね、ゆっくりとした矢倉戦ですね。最近のね、ここ2、3年のプロのね、流行だとこう、序盤から早くね、動いていく、後手が動いていくね、矢倉戦が多いんですけれども、ちょっと本局はゆっくり駒組みを進めていきたいと思います。これね、非常にお互いにね、がっちりと組み合うような、ゆっくりとした作戦ですね。相手の方3七銀戦法とかでもしかしたら矢倉のことだと矢倉が得意戦法なのかもしれません。3八飛車です。これは工夫した手ですね。次に上がってみましょう。これはね、簡単にそうですね、3五歩とやってるんですけれども、これと、いや、久しぶりの形なんでね、ちょっと私も懐かしいんですけど、これ同歩同角と取って、4六に角手順に引くことなんですけど、角手が効く形だった気がしますね。角出てみます。これ私もね、昔よく指したんですよ、これ、先手持って。非常に懐かしいです。相手の方すごい強い方、懐かしいです。これね、難しいですよ。3四歩と取ると、こうね、1九角成とね、取ると、確かこの場合効きますね。うん。そうですね、で4六歩でこれを手戻すと、一応こうね、角が出れない格好なんていう方ですね。どうしよう、銀出て歩打っとく手もありますね。どうだね。いや、これ忘れちゃいましたね、私も。もうすごい懐かしくて。いや、ほんと懐かしい戦型で、銀出て引いて歩を打って、キープする手が効くかな、この場合。ちょっと危ないかな。ちょっとこっちにしますか。3四銀と勝って、飛車を引かれて3五歩とね、位を張って指す指し方もあります。それが一番強気ですね。この場合はちょっと、若干ゆっくりめに盛り上がらずに指す指し方ですね。で、4五歩とつく手をいずれ、もしかしたらやるかもしれないです。相手方の備えがね、あまりなければ4五歩とついて盛り上がっていく手も狙っております。でね、これで3六銀と出れば一応、そうですね、4五歩という手を牽制できますかね。いいんですか。これでつく手があるな、つく手がありますかね。4五歩ついて、歩をついて引いて。ついてみますか、4五歩ね。角を引けばおとなしい手です。4五歩とつくとちょっと激しい。ちょっといきますかね。これは角を引く手もあったところです。今ね、3六銀と先だったら4五歩に同銀と取れるので、ちょっと4五歩行きにくかったんですけど、この場合ちょっとつきやすいですね。同銀という手がないので。これは同歩でしたらもちろん1九角成と取る手です。で、この4五歩という手は、3六銀という形がね、先手の理想形の一つなので、その形を許さないようにした手ですね。桂跳びですか。これは強気な手ですね。いやいや、これは強気な手ですね。というのも、桂の頭がね、守れてない形なので、いや、リスクは抱えてますけれども、そうですね、取り込んで同銀で、3六に桂馬を飛んでね、どんどん指したってことですね。いやー、なるほど、なるほど。そう、こういうとこありますね。さて、どうしますかね。関心ばかりしてられないですね。これは難しい。銀を立つと、歩を打って、歩を打って、銀立つってあるかな。いや、銀立ってみますけど、これね、めちゃめちゃ難しいです。これ、ちょっとね、かなり難しい将棋になりました、正直。これ解説変域ですね。これ間違いなく。ちょっとこの辺、手が難しすぎますね。これ、銀だったのは3五歩となると、銀取られるんですけど、4五歩と打ってね、もう1本も引かず戦っちゃおうってことですね。でもこれは7三ですけど、これ7三に引けるのが絶対ですね。角がこっちで援護できないと。で、そちらですか。これで4五歩と打って、3六歩もあるな。どっちがいいだ ?3 六の方がいいかな。3六で取り込んだら歩をなる。取る。いやー、これすごいことになるな。歩を打って取り込んで出る。それもあるか。いや、難しいですね。4五歩とってもあるんですけど、4五歩同桂同銀同銀で桂を取る手と、
3六歩と打って4五桂なら同銀同銀で角を取る手があるので3六歩に7四歩なんですよ。で歩をなると角を取って飛車を取って飛車をするのでめちゃめちゃ高等なんですけど、それめちゃめちゃ王様がね近いんで、それで王手するとどうなってるんだとかね、すごいことになってます。それで王手をすると相手の角のね合駒がね全然ないので、いや歩を打って取り込んで角をかわす手もあります。4五歩もあります。めちゃめちゃ手が広いです。同銀同銀、いや難しいな、どうしようかな。4五歩打ちますか。3六歩とねめちゃめちゃ難しいです。4五歩は3六歩に比べてメリットは取り込んでくれば角で4六角と取れるということです。かというと3六歩ですと7四歩と取られた時に、この場合で4六角というね駒を取りながら脱出する手がないのが一応一つのネックですね。でこれですとね、相手が強い方ですね。そうそう同銀があって、いやー同銀で同桂なのか、それとも同桂なんですね。これ今日銀をかわすか、銀をかわすと歩打ってくるんですね。歩取っちゃうか、歩取っちゃいますかね。これはね思い切ってめちゃめちゃ激しいですこれね。3三歩かな。いやーどうなってんですかね。正直わけわからないですね。わけわからないと言っちゃいけないですけど難しいですね。そうそう3三歩でね微妙な勝負になりました。これね本来はこれね攻められちゃまずいんですけど、本来はっていうかね、ただこう相手の方の王様威力なのが一応狙いで、それがどうかですね。威力的にはごめんなさい、場外なんでね、威力っていけないです。場外なのでそこが狙い目なんですよね。僕ですか。で馬寄ってどうなってんだろうな。非常に難しいですねこれはね。正直どうなってんでしょう。馬を寄ると王手してくるかな。で銀をかぶせる。飛車を打って飛車を打ってまあ馬寄りですかね。銀4七銀は歩成って飛車取って、まあ馬寄りですか。これどうなってんですかね。これ桂がねめちゃめちゃ痛いんですけど、飛車を取れるとね王様に近いので、大乱戦ですね。形勢は微妙ですね。はい。こう6九にね王様がいるのが繰り返しになるのが、まあ私の方としてはまあ狙いどころです。これ8八にいたんで勝負になってないですね。これもし8八の王様いたら私の方が失敗系ですね。はい、敗勢です。ただ6九にいることによって、まあ、非常にねこう戦場に近いので、特にこの飛車が取れやすい状況にあるので、飛車を取ると一気にこの王様にね詰みすら出てきそうな形になりますんで、もう部分的に見るとひどい格好ですね。こちらね桂馬を歩で攻められちゃってますし、もう陣形バラバラですしね。で今駒もね銀2枚取られてるんで、駒の損得的には桂香と銀の交換なんですけど、この桂取られるとね駒損になるような格好なので、駒をね私は損をしているんですが、実質損をしているんですが、ただ、この王様がね場外なので飛車に弱いというのが付け目ですね。はい、私の狙い目です。で今飛車を抑え込みに来ました。この飛車にね活躍されてしまってはもう勝ち目がないですね。はい、これこういうふうにね飛車を狙っていきます。でこれ飛車を狙いながら6九の王様にかなりねプレッシャーかかってるの皆さんお分かりいただけますかね。はい、さあ飛車が逃げてきましたね。これで馬を引くとどうでしょうか。馬引いてみますか。ここまでね飛車を狙って、そうですね、こうやって飛車を攻めながら王様を攻めるような感じですね、イメージは。はい、さあここまで終えたんで、もしかして桂頭と桂頭と3五角と出てこようってことかな。こう成田の角が脱出すると一気に、王様が安全になるので、それを狙ってるんだと思うんですよね。具体的に3五角飛び出ると一気に王様が脱出できるんでね。いや相手方強かったですね。馬寄る、もうちょっと飛車追っかけますか。馬を寄って、これはね3三歩成同金4五桂という手も消しているので結構味のいい手ですね。かつ飛車取り、こういつでもねこう飛車を見捨てて攻めてくる可能性があるので、それに対してのケアが必要なんですけれども、まあ馬寄っとくことでこう3三歩成同金に4五桂に同馬と取れるようにして、まあ、3三歩成同金の時の攻め方を難しくしています。かつ飛車取りです。はい、このね角が出てくる手をね絶対いずれやってくるんで、それをうまくこうやってきましたね。それをうまく対応できるかって話を言いました。出てきましたね。そうなんですよ、これがあるんでね。いやー飛車もありますかこれね、脱退してで角取りです。相手の方非常に忙しいですね。飛車取りと角取り両方あるんでね。でついに飛車を見つけてきました。これ多分王様逃げるってことですかね。
そうなんですよ。これがね狙いなんですが、私の方としてはならずで追っかけます。でこれ飛車がね成れそうなんでね、それが狙い目ですね。少し優勢になりましたかね。時差ですけど、はい、これ飛車成れるのが非常に大きいですね。さっきまで遊んでた飛車成れたので、優勢になったと思います。どうしますかね。これを激しく寄せに行けますか。香車打ってね。これは手筋です。これね、同銀取られるんですけど、7六桂という手を狙っております。スピードアップしてね、もう一気に寄せようということです。飛車が慣れたの大きいですね。今飛車をね、3九飛車と打って、8九飛車で見せて、受けたら3四飛車ないとね、受けに回る手もあったと思います。2四飛車並べちゃってね。これはもう6六香は、決めにいった手です。はい。現状少しね、私の様に余裕があるので、香車を犠牲するんですけど、桂馬を打って、この傷をね、逆用してます。で、こうなって、で、飛車打ちますか。この時にね、補強が非常に難しいですね。で、竜を回りまして、これが詰めろ金取りで、銀引かれちゃうな、詰めろ金取りだって偉そうに銀引かれちゃいますね。でも、形勢はね、優勢になっております。そうですね、金を打って。で、8八銀と打たれて結構大変かな。でも、私、形勢はね、いいんでね、押し切りたいところですね、このまま。ありがとうございました。勝利勝利。はい、いかがだったでしょうか。戦型が相矢倉ということで、私がね、子供の時から非常にたくさん指してきた一番ね、好きな作戦ですね。もう懐かしい形で、ちょっとね、懐かしい、昔を思い出しながらの対局になったんですけれどもね。最近は矢倉といってもね、非常にいろんな後手番が速攻仕掛けたりね、多岐にね、渡る指し方があるので、本局のね、矢倉さん、比較的少ない方かもしれないんですけれどもね、変化が非常に難しいので、解説編の方でゆっくり解説していきたいと思います。ぜひぜひそちらの方もね、ご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。